色彩の祝祭としての花、ピエール・オーギュスト・ルノワール晩年の静物画における至上と形式。ピエール・オーギュスト・ルノワールピエール・オーギュスト・ルノワール、1841から1919は、印象派の巨匠として広く知られ、19世紀後半のフランス絵画において極めて重要な位置を占める画家である。彼の描く世界は、光と色彩にあふれ、柔らかく官能的な筆致を通じて、見る者に視覚的快楽と温かみのある人間的情感を伝えてやまない。人物画における女性像や子供の姿、また風景画における柔らかな自然描写に定評のあるルノワールだが、その晩年には、静物画というジャンルにおいても独自の表現を確立している。ルノワールにとって、花を描くという行為は、単なる静物の再現ではなく、色彩によって生命の根源に触れるための芸術的行為であった。花というモチーフは、彼にとって極めて自然で親密な対象であり、その美しさと繊細さを通じて、光と色の変幻、形態の儚さ、そして感覚の流動性を探ることができた。花において描かれているのは、赤、ピンク、黄、紫など多彩な花々が釉薬をかけた中型の陶器の花瓶にぎっしりと生けられた構図である。そこには特定の品種名を判別する写実性は希薄であり、むしろ全体として花という集合的な実の現象が画面に顕現している。ルノワールは対象の正確な描写よりも、その佇まいから立ち上がる視覚的、触覚的印象を捉えようとしているのだ。この花は視覚だけでなく、嗅覚や触覚すらも喚起するような質感とぬくもりをたたえている。それはまさにルノワールが生涯をかけて追い求めた感覚の絵画の革新であり、見る者をその色彩のリズムと柔らかな良感の中へと誘う。陶器と絵の具、職人の記憶と画家の手技ルノワールが若き日に陶磁器の絵付け職人見習いとして働いていた経験は、晩年の静物画に明確に反映されている。花において花々を支える花瓶の描写は、単なる容器ではなく、画面の安定感と造形的な重心を担う存在として構成されている。この花瓶には釉薬の光沢が柔らかく反映されており、その表面にうっすらと浮かぶ色の揺らぎは、絵の具の混色と重なりによって丁寧に再現されている。陶器の丸みや重量感が穏やかに描かれ、それによって花々の軽やかさが一層際立つのである。花瓶と花の対比、つまり器と生命の対峙は、静物画の伝統的構造の一つであるが、ルノワールはその図式を感覚的な共鳴へと昇華させている。陶器の冷たさや硬さが、花の柔らかさや温かみと響き合い、画面に視覚的なハーモニーをもたらしているのだ。花の最大の魅力は、何よりもその色彩の扱いと筆致にある。ルノワールは、絵の具を塗るというより、置く、撫でる、重ねる、といった柔らかなタッチによって、対象を構築している。色彩はお互いに滲み合い、明確な輪郭線はほとんど見られない。こうした筆法は、印象派の技術の延長でありながら、晩年のルノワール独自の様式へと進化している。とりわけ花びらの描写においては、赤からオレンジ、ピンク、白、さらには花の中心にあるわずかな青紫に至るまで、複数の色相が巧みに絡み合い、見る者の目に豊かな感覚的体験をもたらす。絵の具の層は薄く、時に厚く盛られ、その凹凸のある表面が実際の光を受けて微細に反射することで、静止した絵画があたかも時間をはらんだ、生きた場として機能する。このような色彩と筆致の表現は、ルノワールにとって光の変容を捉える手段であると同時に、対象の内在的なリズムを呼び起こす詩的な手法でもある。花の中で咲き誇る花々は、個別の存在というよりも、全体としての色彩の旋律を奏でるかのように画面を占めている。ルノワールの静物画には、特定の厳密な構成というより、視覚の自然な流れに即した配置が特徴である。花においても、画面全体に対する明確な中心線や対称性は存在しない。しかしそこには、視線を導くための微細な工夫が至るところに施されている。例えば、最も鮮やかな赤い花がわずかに画面の左上に配置され、そのサイドが周囲の淡いピンクや白によって引き立てられている。
また、花瓶の底部には濃い影がわずかに描かれ、その影が画面下部の余白を支配することで、全体の視覚的安定を持っている。このようにして、ルノワールは混沌とした色彩の集積を、繊細な色彩のバランスと筆色のリズムによって、見るに心地よい秩序へと再構成しているのである。それは、感覚に根ざした構成の美学であり、幾何学的な秩序を追求したセザンヌの構築性とは全く異なる方向性にある。ルノワールの生物画は、しばしば人物画に比して軽んじられてきた節があるが、それはルノワールの装飾的な側面を過小評価した偏見に過ぎない。実際、彼の生物は、マティスをはじめとするフォービスムの画家たちや、ボナールやビュイヤールといったナビ派にも大きな影響を与えている。彼らに共通して見られる色彩を主体とした画面の構成、柔らかな形態の連続性、そして感覚に根ざした構図の揺らぎは、ルノワールの晩年の生物に端を発していると言える。花のような作品に見られる色彩の豊穣さは、もはや写実を超え、抽象的な色彩のリズムとして、20世紀の絵画に新たな可能性を示唆していた。ルノワールは生涯にわたって、美と感覚の喜びを信じ、追い求めた芸術家であった。花の書かれた1901年頃、彼はすでにリウマチ性疾患に苦しんでいたが、筆を握る手に包帯を巻き、あるいは絵筆を指にくくりつけながら制作を続けたという逸話はよく知られている。そのような困難な身体状況の中で描かれた作品に、これほどまでに明るく、柔らかく、生命に満ちた色彩が宿っているという事実は、まさにルノワール芸術の本質を象徴している。花は、彼にとっての視覚的な意味であり、色彩による快楽の構築であると同時に、見る者に対する静かな祝福のようでもある。花は枯れ、画家は病み、時間は過ぎ去る。しかし、画面の中で咲き誇る色彩は、見る者の記憶に温かく刻まれ続ける。ルノワールはその筆で、儚い美を永遠のものへと昇華させたのだ。そしてこの花は、2025年の展覧会において、セザンヌの理知的で緊張感のある生物画と向かい合うことで、改めて感覚に基づいたモダニティというルノワールの芸術的意義を強く印象づけるに違いない。生物画の中で咲くこの花は、色彩と形態によって私たちに語りかける生きることの喜びと美に触れることの幸福を